さあ100ナノメーターで綺麗になってるでしょうか。あら、こんな感じです。ちょっとなぜかうまくいってませんね。ちょっとつぶつぶが出てますね。あれ、なんでだろう。皆さんこんにちは、菅製作所の工藤です。実はですね、先日酸化シリコンタイムアタックという動画を公開したのですが、その撮影を行った際、1回目の成膜で大失敗してしまったんです。すぐに失敗の原因を突き止めてプロセスを修正して、2回目はうまくいって動画をまとめて公開することができたのですが、その後よくよく考えていくと、失敗した動画もプロセスの修正点を含めてまとめることで研究開発の現場に役立つじゃないかと考えて公開することにしました。最後までご視聴よろしくお願いします。では説明していきます。まず基本情報として SSP1000 キュービックスパッタ装置について説明します。こちらの図が SSP1000 キュービックスパッタ装置のブロックダイアグラムになります。アルゴンのガスボンベがありまして、ガス配管が真空チャンバーに接続されています。成膜したいターゲット、今回の場合は酸化シリコンがこちらの下層土に設置されています。成膜される基板はこちらに取り付けられていまして、基板回転がされた状態で成膜されていきます。プラズマ放電を立てて必要な電力を上げた状態で、ターゲットすぐ上のシャッターを開くと、ターゲットの材料が基板に到達して成膜が始まります。このシャッターを開けたタイミングでタイマーがカウントアップされます。タイマーの設定時間に到達したら RF の出力がオフになって自動で成膜が停止する仕組みになっております。それでは失敗成膜の修正したポイントについて説明していきたいと思います。修正したプロセスは大きく2点あります。1つ目にアルゴンガスボンベからチャンバーまでのガスラインに大気が入ってしまった可能性を除去しました。で、2つ目に RF 電力を必要な値まで上げてからシャッターを開けるまでの時間、こちらをプリスパッタ時間と呼ぶんですが、こちらのプリスパッタ時間を少しだけ長く1分程度実施しました。なぜこのような対応を取ったかというと、かなり昔の話になるんですけども、私がですね、一度酸化アルミニウムの粉末を銅製のシャーレに押し固めただけの粉体ターゲットでパッタ成膜を試みたことがあったんです。粉体ターゲットだと熱伝導率が悪くて、ターゲットの表面が赤熱して成膜された基板も今回の失敗した成膜した動画のようになっていたのを思い出しました。なので今回もターゲットと基板が異常加熱によって今回の失敗した成膜になったんじゃないかと仮説を立てました。また別の話なんですけども、アルゴンの他に不純物ガスが含まれることによってもターゲットや基板の加熱が進むっていうことがあると聞いたことがありますので、この、アルゴンラインに何らか、おそらく大気だと思うんですけども、大気の、窒素や酸素などが、入ってしまったっていうところを除去するべく1つ目の対策を行いました。また2つ目のプリスパッタ時間を長く取るというのは、所定の電力まで到達してからプラズマ安定する時間が長い方が綺麗な成膜ができるのではというふうに考えました。この2つのプロセス修正を行うことで、こちらのようにですね、失敗の基板から成功の基板に修正を行うことができました。こちらが規格になっております。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。菅製作所の YouTube チャンネルでは研究開発の現場で役立つ動画をまとめて配信していきます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。